はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はこちらのね、ボイドさんですね。ボイドゲーミングさんから発売されてます。ボイド PS4 Firebird のレビューですね。をやっていきたいと思います。こちらのコントローラーですね。この通り、DualShock 4のカスタマイズコントローラーになっていてですね、手元にあるね、DualShock 4をボイドさんに送って、で、カスタマイズしてもらって送り返してもらうっていうね、そういう風にしてね、入手できるコントローラーになってます。基板の方が Firebird って呼ばれる基板になってですね、カスタム基板が載っているっていうことで、以前もね、私ちょっとカスタム基板のレビューしましたが、こちら、完全国産ですね、日本人の方が作られている基板っていうのが入ってきます。一通りの検証全部やってきてね、こちらのコントローラーだいぶすごいです。はい。特におすすめしたいのはやっぱりスイッチユーザーの方ですね。もともと Firebird っていうコントローラー自体がね、スイッチプロコンのカスタム基板として発売されていたっていう経緯があったので、スイッチ用途にはかなり良くて、スイッチ2にも対応しているので、そちらにもね、良さそうだなっていうところとですね、あとなんと言っても PC、PS5、スイッチすべてのハードでね、Apex Legends をプレイされている方、いや、FPS ゲーム全般にプレイされている方、絶対にこれはね、チェックしておくべきだなと。そんなコントローラーでした。なぜそんなにね、Apex Legends でいいのかっていうところを中心にですね、お伝えしていけたらと思いますので、ぜひ見ていってください。そしたら、行ってみましょう。はい。で、私、こちらの DualShock 4と Firebird のね、セットについてはね、ボイドゲーミングブランドを展開している&GAMERSさんから提供いただいてます。はい。そしたら、モノの方で、サクッとスペックの方をチェックしていきたいと思います。対応機種は PC、スイッチ2と PlayStation 4ですね。そちら4機種に対応しています。接続の方、有線接続のみで Bluetooth はね、オミットされてます。カスタムコントローラーということですね。で、スティックの感度カーブリニア TMR スティックを採用していてですね、スティックの重さは標準 75g フォースより柔らかいですね、60g フォースになっています。チェーンの値っていうのはね、こんな感じなんですが、ポーリングレートね、999Hz ということで、方法ね、交渉値 1000Hz 通り出てたかなと思います。ジャイロセンサー対応していてですね、本体重量 146g っていうね、振動除去もされているので、非常に軽かったです。はい、それでこちらのカスタマイズなんですが、定価 14,980 円なんですが、ここにですね、ちょっといろいろ追加していくとですね、もう少し料金お高めになります。私はこちらね、カスタマイズを選ばせていただいたんですが、まずね、背面ボタンの数を2個にしてですね、振動機能を取り除くですね、これしか選ぶことができません。スマートトリガー、スマートバンパーの方を追加してます。スティックキャップは変更なしです。いろんなスティックにね、変えたいっていう方はですね、このプロスティックを選ぶっていうのもいいですね。はい、背面ボタンキャップはスタンダードっていうね、ギザギザではないツルツルしたボタンにしました。あとは保証や確認っていうのをやるとですね、はい、11,000円が追加されるということでですね、合計で 25,980 円というカスタマイズ費用になります。これとは別途ですね、このDualShock 4を入手するコストかかってくるんで、かなりね、カスタマイズコントローラーとして高価なコントローラーではあるかなと思います。すでにね、DualShock をお持ちであれば、それをね、送り込んで、で、カスタマイズしてもらって、で、また送り返してもらうっていうことでね、入手もできますので、背面ボタンいらないよとか、スマートトリガー、スマートバンパーいらないよっていう方はね、この価格で入手することもできます。で、現状売り切れなんですが、11月3日ですね。なんで、おそらくこの動画が公開される日に、在庫が復活するということなんでね、気になった方はね、かなり急ぎで、こちら入手されることをお勧めします。そのあたりちょっと本体の方をじっくり見ていきたいんですが、前面の見た目はですね、ここにボイドのマークが入った PS ボタンが設置されているっていうのとね、このイヤホンジャックとかが無効化されているっていうところですね、そのあたりの違いっていうのがあります。店面見ていくとですね、はい、ここ、ポートのところですね、ここに、ボイドのマークが入っていてですね、これ USB Type-C に変わってます。マイクロ USB ではなくね、USB Type-C で繋ぐことができるようになっているっていうところもね、大きなポイントかなと思いますね。はい。で、背面ボタンありにしたんで、ここにね、追加のボタンが2個ついてます。これはタクトスイッチになるかなと思いますね。はい。変更点っていうのはね、このぐらいで、実際押し心地とかはね、私のこのね、カスタマイズではですね、十字キーやこのフェイスボタンに関しては特に
何も変わりがないです。オプションとかシェアもね、押し心地、基板は変わってるんでね、ボタンも変わってるんですけど、特に変わらないですね。タッチパッドのところの押し心地とかも特に変わりないかなっていうところです。タッチパッドは無効化されていてですね、タッチパッドボタンがここで機能するっていうだけにはなっているんですけどね。スティックちょっと柔らかくなってます。スティックの重さ 60g フォースということでね、スティック若干柔らかくなってて非常にいいですね。で、そのね、スマートトリガー、スマートバンパーなんですが、これですね、マイクロスイッチなんですけど、ストロークがね、はい、これ押してるんですけど、わかりますかねっていうぐらいのね、すっごい超低ストロークなトリガーになっていて、すごくこれがいいですね。バンパーボタンの方もね、マイクロスイッチに変わっていて、こちらもすごく押し心地よくなっていてですね、このスマートトリガーとスマートバンパーは最高ですね。こちらはね、おそらくボイドゲーミングの方のね、ボイドのカスタムコントローラーと全く同じ仕様のね、スマートトリガー、スマートバンパーになってるんじゃないかなっていうところで、これも本当に特に FPS ゲーマーの方にはね、非常におすすめのカスタマイズになっています。ハードとしてのね、違いっていうのはですね、これだけなんですが、問題はね、中身の方なんですよね。これが本当に素晴らしいので、そちらをね、じっくりチェックしていきたいと思います。はい。で、届いてすぐにまずはね、R5 やってきました。もうね、当て感が段違いで良かったのがね、すぐに分かりましたね。で、設定の方もね、かなり最初の方に結構煮詰めちゃったんですけど、これがね、その設定、もう今も使ってるような設定になった後の映像になります。とにかく当たるんですよね。なんかこう、切り返しの多いやすさっていうのが段違いに良くて、今までは結構スティックをね、勢いよく反対に倒して、しかも倒す量も多くしなきゃいけなかったんですけど、それがね、全然、ちょっと倒すだけでいいかなみたいな感じがあるのと、エイムアシストの引っかかり感っていうんですかね。なんかね、強くなったような感覚っていうのもありました。このね、コントローラーを使うと今までそこまでキルリーダーをね、取ることっていうのはできなかったんですけど、結構コンスタントにキルリーダーを取っていくことができるようになりました。で、ゲームパッドテスターの方にやってきました。今これ左スティックが RC フィルターの0っていうね、設定で、右スティックが RC フィルターをマイナス350っていう風にしています。震え方がね、全然違って、やっぱり右の方がすごくね、強く震えていると思います。震えの大きさっていうのがね、RC フィルターっていう設定で変えることができますということで、RC フィルターっていうのはどうも基板の中に内蔵されていてですね、スティックのノイズをこう除去するっていうそういうフィルターになってるみたいなんですが、このね、Firebird の RC フィルター設定はですね、そのノイズをね、逆に再現してですね、増やしてあげるっていうね、そういうアルゴリズムが組まれていてですね、マイナスの値どんどん大きくしていくとですね、このようにノイズを大きく再現してくれるっていう効果があるみたいです。で、この震えに加えてですね、入力の誇張っていうのも行われているみたいなんですよね。試しにですね、スティックの動きをこのぐらいにね、制限してあげて、強くこう、スティックを弾いてみます。はい。すごくね、大きな入力がちらほらと出てるのがわかるでしょうか。ほぼ最大入力みたいなのがね、一瞬入っているっていうのがわかるでしょうか。これがね、RC フィルターのマイナスをね、大きくすると出てくる、入力を誇張する機能ですね。で、この素早く入力すると誇張が行われてですね、すごく、大きな入力っていうのがね、一瞬だけ入るっていう、そんな感じになってます。これもね、ノイズを再現する関係でですね、素早いこう、入力っていうのはね、ノイズの一種と捉えてですね、バッとね、大きくノイズを出すとかね、そういうことになってるんじゃないかなと、なんとなく想像するんですけど、じゃあ RC フィルター0の方でね、同じことやるとどうでしょうっていうとね、こんな感じですね。全くそういう誇張は行われないです。早くやってもね、全く先ほどのようにね、誇張された入力っていうのが出ないですね。はい。こっちはね、ものすごく誇張された入力がね、どんどん起きるんですけどね。で、このね、入力が誇張されることによってですね、こう左から右に切り返すっていう時にパッとね、入力をこう右にこう動かすと思うんですけど、こういう時にですね、パッとね、
大きな入力の誇張が行われてですね、それで追いやすくなるって、そういう効果がこの入力の誇張にはね、ありますね。左右の、主に左右のね、切り替え指示ですね。こういうね、動きをするときにですね、小さく動かしても大きな入力がね、起きるっていうことでね、素早く切り返すっていうところがポイントでですね、切り返しをパッとやると、すごくね、ちょっとだけ切り返しをパッとやるだけでですね、しっかりと切り返しができるっていうことになっていてですね、これはもう FPS ゲームにはね、うってつけのね、機能というか特性だと思います。震え自体っていうのはですね、なんとなくね、エイムアシストが強くなったような感覚っていうのをね、生み出すっていうのは、これまでいろんなコントローラー見てきてですね、分かっていたことではあるんですが、この震え自体もちょっとね、このコントローラー特殊になってます。はい、こちらのグラフはですね、スティックの入力値をですね、このように、中立状態にした状態でですね、1000Hz で、10秒間ですね、ただひたすら入力値をこう集めていって、その時にね、どのぐらいばらつきがあったかの標準偏差ですね、緑色の線と、一番平均から離れた値っていうのがどのぐらい離れていたかを表すですね、この diffmax って書いてあるオレンジ色の方のグラフ、この2つの値のグラフになってます。見ての通りですね、マイナスの値どんどん大きくしていくとですね、この値っていうのはね、両方とも大きくなっていく傾向にあるかなと思います。なんでね、マイナス500とかね、すると相当ですね、ばらついたノイズっていうのが再現されていてですね、標準偏差で 0.01 っていうところまで上げることができますね。で、平均との差でね、一番大きいのは 0.04 とかですね、ほぼ 5% ぐらいの、離れた値がノイズとしてね、出てくるっていう、そんな震え方をします。ではですね、他のコントローラーと比べてどんな風に違うのかっていうのも見てみます。はい、こちらがね、いろんなコントローラーを検証してみた結果なんですが、標準偏差がこの棒グラフの方ですね。で、平均との差の最大値が折れ線グラフになってます。G7 Pro 意外と小さいですね。かなり小さかったです。レインボー3も結構小さめではありましたが、G7 Pro とほぼ同じぐらいですね。Apex 5、ちょっと大きめでした。この辺がね、普通の値かなって思うんですけど、じゃあ、ブリッツ2とかね、ブリッツ 2TMR っていうね、安定化係数っていうので震えを増やすことができるコントローラーはどうかっていうとこれです。ブリッツ2、アルプス版このぐらい。TMR の方はね、なぜか震えが大きく出るようになっていてですね、このぐらいでした。この値っていうのはだいたいボイドファイヤーバードのマイナス300と同じぐらいの震え方ですね。ただ、平均からのね、ズレの最大値っていうのはですね、ボイドファイヤーバードの方が大きくてね、この、なんていうんですかね、ばらつきこそはあまりね、変わりはないんですけど、大きくねずれるっていう時がねファイアーバードの方が多かったっていう感じです。じゃあデュアルセンスエッジどうなんですかっていうとね、順根こんな感じです。順根はね、スティックの位置によっては全く震えないっていうことも結構多く出るんですけど、このね、グラフを取った時はですね、あえてね震えが出るように調整して、計測しています。標準偏差は大きいけどこの最大値が小さいっていうね、この順根の特性っていうのはね、またちょっとねステップ精度がね荒いからっていうね理由があったりするんですけど、これはね結構特殊な例かなと思いますね。ブリッツ 2TMR の安定化係数マイナス10がすごく強いって言ってる方も多いのはね、このグラフからも見て取れてですね、やっぱりこういったね、一般的なサードパーティー製コントローラーよりもね、ブリッツ 2TMR がね、安定化係数マイナス10にするとですね、震えが大きくなって結構ねエイムアシストが強く感じられてですね、強く使えるコントローラーなんだなっていう風に思いますね。ブリッツ2のアルプス版よりもそういう面では優れているっていうことが今回分かりました。でですね、私ずっと当て感がすごくいいって言っていたですね、随記エボトップはここにあります。このコントローラーやっぱり震えがかなり出てね、エイムアシスト相当強く感じ取ることができるね、そういうコントローラーで当て感はねめちゃくちゃ高いコントローラーだったなと思います。でですね、ファイヤーバードに関してはね、このね、ブリッツ 2TMR とかね、エボトップと比べてもですね、このマイナス300あたりの値を使ってもね、全然なんか当て感いいような気がするんですよね。ファイヤーバードなぜそんなにいいのかっていうのはね、さっきお見せしたですね、この入力の誇張っていうところが一つ理由として挙げられるのと、もう一個ですね、このばらつき方っていうところも理由かなっていうふうに感じてます。
はい。ブリッツ 2TMR のですね、入力値っていうのをね、時系列に並べてみたのがこちらのグラフですね。ここがスタートで測っていってですね、100ミリ秒までですね、入力値が、どんな風に変化していったかっていうのを 1000Hz で測っているものですね。こう見ていくと結構一様に分布しているかなって思います。だいたい平均がこのあたり 0.13 ぐらいですかね。なんですけど、ゲームとしてはね、この辺の入力が行われているっていうね、判定が行われて、視点移動の量っていうのはね、だいたいこの辺の視点移動の量ですね、平均値を使っているかなっていうふうに思うんですけど、ばらつきによってね、震えが出ているっていうね、のが、その様子がね、よくわかるかなと思います。はい、こちらデュアルセンス H です。こちらはね、グラフを見た限りではね、ほぼゼロですかね。ほぼ視点はね、動かないような、ゲームはそういう判定をするような入力なんですが、完全にね、その左右に分かれているというか、上下に完全に分かれて、五分五分かなぐらいな感じのね、点が打たれてます。これはね、ステップ精度的にですね、デュアルセンス H のような順行はですね、こことここしかね、実は、そもそも入力値出てこないんですよね。で、次がこの辺ですか。こんな風にね、スティックの解像度が低いのでね、だんだんに出てきてしまうっていうところとですね、震えるときはこのような震え方をするっていうのがね、一つの特徴です。デュアルセンス H とか順行はね、結構当て感いい方のね、コントローラーだと私はずっと思ってるんですけど、その理由の一つが平均値に、入力値がなくて、上下に分かれて出ているっていうところなんですよね。じゃあ Firebird はどうなんですかっていうと、マイナス400でね、見た時のグラフこうなってます。平均値だいたい0.03 ぐらいですかね。若干下寄りのこのあたりかなって思うんですけど、見事にそのあたりに値がありません。上下にこのように分かれてるんですよね。実はこれね、ステップ精度、スティックの分解能っていう風にね、Firebird の設定では言ってますが、かなり細かくて無制限っていうね、設定を使ってるんですけど、RC フィルターマイナス400って値にするとですね、こういうですね、上下に完全に分かれた入力が行われます。で、たまに外れ値があるっていうね、そういうね、ノイズの出方なんですよね。これがですね、かなり強力にエムアシストをね、感じさせる要因の一つになっていると思います。マイナス500でもこんな感じですね。真ん中ら辺には値がなくて、上下に分かれた値が出てきて、たまに大きな外れ値が出るっていうノイズの出方です。逆にマイナス300にするとだいぶね上下の幅狭まってきてちょっとね平均値あたりにも数値が出てきたりし始めるんですけど、それでもやっぱり真ん中ら辺あんまり数値が出てないですね。この震え方ですね、これがこのねコントローラーの強みのもう一点かなと思います。まとめるとですね、震え方っていうのもすごく強力にね、大きな震えを作り出すことができる設定の幅の広さっていうのが一つのね、強さの秘密でした。もう一個はね、このスティックのね、入力を誇張するっていう、そういうね、ノイズのね、再現の仕方をしているっていうところが切り返しに有利っていうのが二つ目のですね、強い理由です。で、三つ目がこのね、震え方ですね。上下にしっかり分かれているね、この震え方っていうのが非常に強いっていうね、この三つの理由がおそらくあるんではないかと思ってます。そういうね、三つの理由があってですね、本当にめちゃめちゃ強いコントローラーだったということですね。R5 なんかで使ってみると顕著にですね、OEM のやりやすさですね、すごく追っていけるっていう感覚を得ることができるコントローラーになってます。はい。で、こちらのね、Firebird なんですが、PlayStation 5に接続して使うこともできます。ただね、PlayStation 4コントローラーとして接続されてしまうのでですね、一部のゲーム、特に Apex Legends とかはね、そのまま使うことができません。はい。この感じでですね、現在のコントローラーでは PS5 のゲームをプレイできませんっていう風に出てしまいますね。直接 PlayStation 5に接続した場合はですね。なので Apex Legends とかね、そういう PlayStation 4のコントローラーに対応してないゲームで遊ぶときは、富士支部 X とかを返してあげるとですね、はい、このようにね、普通に遊ぶことができます。はい。で、PlayStation 5版の Apex のね、ワイルドカードでも遊んできたんですけど、当て感
とかね、OEM のしやすさっていうのは全く PC 版と変わらないですね。すごく良かったですね。で、PlayStation 5に FGCVX を介して接続するとですね、ステップ精度の方が256段階、分解能で8ビットに制限されるっていうところで、ちょっと高感度に感じることがありました。なので、RC フィルターの値マイナス350ではなくですね、マイナス340とかですね、ちょっと10ぐらいですね、PC 版よりも大きめの値を使ってやるとかね、そういう工夫が必要かなと思いますね。まあでも震えとね、入力の誇張っていう仕組み上ですね、こういうハードが変わってもですね、FS ゲームが変わってもね、このコントローラーは強いっていうことがわかりますね。まあ現状 PlayStation 5で使うにも最強のコントローラーだと思います。はい、ここからは PC 版 Apex ですね。まずはウォームアップのためにワイルドカードっていうのをやってきました。まあ、明らかにね、当て感は上がってるっていう感じがしてですね、特に効果的なのはっていうかね、なんかこの特性が特に合っているのは、やっぱり Apex Legends かなっていう気がしますね。ここからね、プラチナ1ですね、からダイヤ4まで、やってきたっていうランクの様子になります。まあ、ショットガンとかのね、単発武器も非常に当てやすくてですね、パッと動かしたい時に鋭く動いてくれるっていうね、そういう感じがしますね、やっぱり。まあ、どうしてもね、ワイルドカードとかね、R5 とかと比べるとですね、エイム微妙になりがちなね、ランクなんですけど、その中でもですね、こういう、コントローラー側でね、ある程度、まあ、ちょっとね、入力を誇張してくれたりとか、エイムアシストの感じ強く感じられるっていうところでね、普段のダメなエイムっていうのがちょっと隠せるかなみたいなところはあったりしますね。まあ、こんなコントローラーっていうかね、このカスタム基盤でできてしまうとですね、なかなか他のコントローラーでね、こういう特性持ってるものって多分当分出てこないのでね、今後のサードパーティー製コントローラーのレビューどうしようかなみたいなそのぐらい良すぎてですね、ちょっと困っちゃったなって感じなんですけど、まあただ震え具合とかのね指標っていうのはなかなか面白いね指標ができたなっていうところでですね、FPS ゲーム特に Apex Legends でね使う際の良し悪しっていうのも今後はね、よく数値でね表していけるのかなっていう感じがしてですね、そこは良かったかなっていうふうには思っているところですね。まあこの特性っていうのがね、まあこれでしか今後もずっと得られないかっていうとですね、まあ多分そんなこともないんじゃないかなっていう気はしていてですね、まあなかなかこの、まあ動画含め、こういう特性に気づくメーカーさんどれぐらいいるのかなっていうところは若干疑問ではあるんですけど、まあこれはね、ちょっとですね、FS ゲーム全般にいいっていう感じが、まあやっぱりあるので、かなりですね、大きな、まあ言ってみれば FPS ゲーム向けコントローラーの革命っていうかね、ブレイクスルーに近いような、ね、何かを感じるっていう、そんな、特性になってるかなと思います。本当にこのコントローラーはね、素晴らしいと思いますね。まあ、ある意味ペイトゥーウィンなところがね若干あるこのね Firebird なんですが、一応 LGS でも使えるっていうことはボイドさんが確認されているみたいな話もあってね、まあならいいかっていう感じなんですけど、本当にいいのかなっていうぐらいの違いがあるので、まあ割とね驚きでもあったりもしますね。まあ実際こうやってランクを回してみた感じですね。やっぱり他のコントローラーと比べて明確に強いのは強いかなっていうところはあります。ただですね、じゃあ実際こうもうね、コントローラー側で自動的にエイムしてくれるかっていうとそんなことはもちろんなくて、エイムアシストが強く感じるっていうところをね、あくまで感じるっていうだけでね、まあ極端にこうエイムアシストが強くなっているからまあほぼ自動エイムみたいな感じでもないですね。やっぱりちゃんと追うところはね、しっかり追っていかなきゃいけないですし、切り返しもですね素早くっていうところがね、ポイントでね、割と素早く切り返しをしっかり相手の動きに合わせなきゃなかなかね、しっかりとまあビタビタな OEM ができるってわけでもないですから、そのあたりですね、まあなかなかね、まあ、単純にこう若干ですね人の入力の遅さみたいなところを入力の誇張で、補完してくれてですね、より素早い切り返しができるっていうところはね、もうそのあたりは完全にね人の能力を超えるような切り返しっていうのができるっていうのはあるんですけど、
決してね、チートのような感じでもないですね。上手い人はやっぱりこのコントローラーを使うとより上手くなれますしね。私みたいにそこそこな人はですね、そこそこよりちょっといいかなぐらいにはなれるかなっていうところでね、なんとも絶妙な感じではありますけど、確実に、ほぼ私の感覚ではね、ほぼ確実に良くなるんじゃないかなと。そんな気はしています。でね、今シーズンのランクをね、ずっとやってきましてですね、なかなかですね、ソロはきつかったのは事実だと思いますね。かなり運ゲーになる場面って多くてね、フルパで3人でね、しっかりと圧をかけられてくるとですね、ソロだともうどうしようもないっていうところが多くて、で、序盤結構ね、アンチムーブ多かったんですけど、途中からキルムーブにね、皆さん変わっていったかなっていうところでですね、そこのあたりもね、結構きつくてですね、一時期もう、こっちはね、アンチムーブしたいんだけど、周りはキルムーブをしているわけでね、移動中にですね、ビーコン読まれてね、突撃されて、で、事故るっていうこともかなり多かったですね。そのあたりでね、ちょっとね、今シーズンの初めから中盤にかけてっていうのは割ときつかったっていう印象はあったんですけど、終盤はね、皆さんキルムーブっていうところでね、ソロでも割と意思統一が図れたかなっていうところがあってですね、そこでね、だいぶやりやすくなったっていう印象もありました。それでもやっぱりね、マイナスでかいっていうシーズンなんで、どうしてもキルムーブでね、フルパと当たるときついっていうね、マイナスがひたすら増えていくみたいなになりがちっていうところは若干あったかなっていうところではありますけどね。全体的にシーズン序盤、中盤、終盤でね、だいぶ様子が変わった、そんなシーズンだったかなっていう気がしますね。私はね、今回このコントローラーで、ソロダイヤまでいけたっていうところでですね、一旦今シーズンのね、ランクは終わりにしたいかなとは思っているところなんですが、皆さんはね、どんなシーズン過ごされたでしょうかっていうね、ところ、特にソロ勢の方とかね、コメントでね、いろいろ教えてほしいなって思っているところですけども、難しいシーズンと言われているところでね、ダイヤに行ったっていうのはですね、私としても初めてかなっていうところなんで、結構嬉しかったところではあります。はい。というわけでね、若干、チャンピオンでダイヤに行けたわけじゃなくてね、ちょっと尻すぼみな感じはあるんですけど、はい。ソロダイヤ達成ということでした。はい。で、エイペックスはね、ダイヤ、プラチナ1、2あたりでもね、全然戦っていけてですね、全然戦闘力的にね、周りよりも、ちょっと上かなぐらいな感覚にもなれたぐらいのね、そんな素晴らしいコントローラーだったんですが、コールオブデューティブラックオプス6ですね、こちらでもね、かなり当て感が上がったような印象っていうのがありました。ただこちらはね、以前から感じているようにですね、震えによるメリットっていうのはそこまで大きく感じられないかなっていうね、エムアシストの感じっていうのはそこまで変わんないんですよね。ただね、細かい入力でもね、素早く入力すれば大きく入力が入ってくれるっていうことでですね、かなりね、機敏に動いてくれる、そんな感じで、敵がね、細かくパッとね、動きを変えた時とかにね、追っていくっていうのはやりやすいっていう、そういう印象が本当にね、強くありましたね。で、エイムアシストに引っ掛けやすいっていうんですかね。かなり、こちらもね、やっぱり強かったっていうのは間違いないですね。若干ね、エイムアシストに引っ張られてうまくエイムが合わないみたいな時もあったりはしたんですけど、そういう時でも引き剥がす能力とかもね、きっとね、普通のコントローラーよりは高いんじゃないかというふうには思いますね。そういうわけでですね、この入力の誇張っていうところがですね、かなりキーポイントでですね、フル A だけであればね、Apex Legends だけで強いコントローラーみたいな評価になるかなと思うんですけど、このね、切り返しのようなですね、スピードある入力をすると、入力が誇張されるっていう特性はですね、非常に FPS ゲーム全てにおいてですね、有利に働くんじゃないかなというふうに感じてます。この特性っていうのはですね、FPS ゲームに限ってね、有利に働くような特性かなと思いますので、レーシングゲームとかですね、RPG とかですね、他のスティックを使うようなゲームにとってはね、決して望ましい特性ではないかもしれないので、
スマブラ向け基盤っていうことなんでね、そういう格闘ゲームでね、スティック入力を使うものに関してどうなのかっていうのはちょっとわからないところではあるんですけど、これはね、FPS ゲームの歴史がね、どのぐらい何年あるのかなっていうのはよくわからなくて、なおかつね、パッドで、やる FPS ゲームの歴史っていうのがどれぐらいあるのかなっていうところを考えると、どうなんだろうな。おそらく30年ぐらいあるんじゃないかなとか思ったりはするんですけど、そのね、中でね、こういう特性を持ったコントローラーっていうのはあったのかなっていうのもね、ちょっと気になるところではありますね。おそらくこのね、コントローラーが初なんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、だとしたらすごいことでね、これ革命的な、本当にね、事件って言っていいようなですね、そんなコントローラーなんじゃないかなというふうに思います。これまでですね、切り返しのような操作ですね、中立を挟んでね、左から右に倒すような操作っていうのはですね、ゲームパッドが特に苦手とするような操作だったわけなんですけど、こういう特性のね、コントローラーがあるとですね、言ってみればそういう特性を若干緩和しているっていうね、そういう風にも言えるわけですね。なんでね、ちょっとエイムアシストというものに対するね、話もちょっと変わってくるっていうね、なかなか物議も醸しそうなそんなコントローラーですね。はい。コールオブデューティもね、すごく軽快に遊ぶことができて楽しかったですね。はい。で、続いてバトルフィールド6をやってきました。こちらもめちゃめちゃ当たりますね。エイムアシストの感じっていうのが変わってるかどうかですね、感覚的に強く感じるかどうかって言われるとね、なんとも言えなくて、このゲーム結構強めにね、エイムアシストを感じることが多いので、なんとも言えないところなんですけど、でも少なくともね、リコイルちょっとミスってああやってエイムが外れた時に修正する能力っていうのはやっぱりね、強いなっていうふうに思います。なんでね、こちらで使ってもやっぱり強いと。そんなね、コントローラーですね。バトルフィールド6ですね、エーペックスとかと比べるとですね、そこまで移動ですね、敵の動きっていうのが激しくないゲームですから、しっかりとね、落ち着いて、あんまりね、エイム動かして撃つっていう感じではなくて、どちらかというとリコール制御をうまくやって撃ったりする方が重要なゲームなのかなっていう気はするんですけど、なんでね、追いエイムとかね、そこまで重要視されないゲームにはなってるかなと思うんですけど、そういうね、ゲームでもですね、中立付近がね、こんなぐらいね、感度はしっかりあるっていうね、感覚で使えるコントローラーであればですね、操作結構やりやすくていいかなっていうふうには思いますね。コールオブデューティとバトルフィールド6に関してはですね、Apex ほどね、このコントローラーの特性が素晴らしくね、差を生むかっていうとですね、そこまでではないですね。多少いいかなぐらいの違いではあったかなというふうに思います。はい。そしたらね、設定周りとかですね、分解したりとかっていうところをですね、見ていただきたいと思います。はい。で、まずね、Firebird の設定行く前にですね、専用のソフトウェアですね、アプリケーションをダウンロードして Windows で起動する必要があります。付属のですね、冊子の方に載っている QR コードから行ってもいいですし、こちらのね、ページから行ってもいいですね。Void のページに行ってですね、メニューからサポートですね。で、マニュアルって飛んでいただいてですね。で、PS4 Firebird っていうタブに行ってもらったらですね、アプリケーションのダウンロードページがありますので、こちらからダウンロードして起動してあげます。はい、起動するとこんな感じの画面が出てくるんですが、私の場合 X インプットモードで接続しているので、このままではね、設定変更できないので、一度外して、で、丸か×かどっちかを押しながらですね、接続します。はい、するとですね、これで接続モードが変わってですね、スイッチプロコンモードか D インプットモードかね、どちらかで接続します。そうするとね、このソフトウェアでね、設定ができるようになるんですが、今回ちょっとね、ファームウェアの更新があったので、更新をしてみたいと思います。はい、一回こういうエクスプローラーが開いたりするんですが、これで更新が完了しますね。はい、これで更新できていると思うんで、もう一度×か丸ボタンを押しながら接続してみます。はい、これで、設定ソフトにつなぐことができました。ファームウェアバージョン 2.26 っていうことでね、ファームウェアの更新があったみたいですね。ちょっとどこが変わったのかは後でチェックしておきたいと思うんですが、検証は基本的にバージョン 2.25 っていうね、ファームウェアで行ってます。
でですね、まず設定なんですが、まず最初にチェックしてほしいのはデバイス設定ですかね。USB デバイスモード PC で PC に接続した時にですね、どのモードで接続するかっていうのを選択することができます。基本的には X インプットモードでいいと思いますが、ジャイロを使いたい時だけね、スイッチプロコントローラーモードかデュアルショック4モードにね、変更する必要があります。遅延の方はデュアルショック4モードの方が、低いのでですね、基本デュアルショック4モードでいいかなっていうふうには思いますが、こちらだとね、このスティックのステップ精度が256に制限されるっていうね、そういうデメリットもあったりするんで、このあたりちょっとね、どっちを選ぶべきかっていうのは結構難しいところだったりするんですけどね、まあデュアルショック4モードでいいかなって思いますね。今、値がかなり震えてるんで分かりづらいんですけど、センタリングの方はね、結構しっかりキャリブレーションで決まるかなと思うんですけど、どうしてもセンタリングがうまく決まらないという方は、ニュートラル座標補正でね、ここの値を大きくしていったりとかですね、小さくしていったりしてですね、調整してあげてください。まあ、例えば150とかね、大きな値入れると、右にセンタリングがずれましたので、X 軸に関しては、数値をプラスの方向に持っていくと、右にね、センターが調整されます。Y 軸の方は大きくすると下ですね、プラス方向に行くと下になるっていうことですね。これで、自由にね、センタリングの調整っていうのもできますね。これいわゆるレギュレーター機能ってね、言っていたりするものになります。またデッドゾーン周りの設定っていうのももちろんできます。私は基本このあたりね、すべてデフォルトですね。特にいじってないです。まあいじる必要ないかなっていうふうにはね、思うところですね。次、角度補正っていう設定ができます。こう自分でね、右に真横に倒しても、私の場合ちょっと上にね、結構ね、毎回ずれるんですけど、私の場合ちょっと上にずれるっていうそういう癖があるみたいなんで、これをね、真右に修正するっていうこともできるみたいです。自然に倒した時に真右になるようにっていう、そういう調整もできるみたいなんですが、私はね、ここもいじってないです。はい。で、オート特性の方行きます。これスティックのね、感度カーブとかの調整ができるんですが、こちらもほぼデフォルトで私は使ってます。感度カーブリニアのままですね、いじらないでベース感度のリニア補正っていうのがあるんですが、こちらね、オンにするとちょっと高感度すぎたので、こちらもオフで使ってます。スケーリング形状25、25っていう風にしてます。このスケーリング形状はいわゆるですね、区形アルゴリズムとか言ったりするものですね。アウターデッドゾーンの形とか言ったりもします。25でどのぐらいのね、深淵度になるかっていうとですね、こんな感じです。はい、8.9 とか 9% ぐらいで、だいたい46、7%、8% あたりでマックス入力じゃなくなるっていうような四角形ですね。これがかなり準コンと近いのでですね、このままね、25、25っていうのを左右両方とものスティックに使っています。で、ちょっと RC フィルター飛ばしてですね、マイナスデッドゾーンですね。これはね、アンチデッドゾーンと呼ばれるものですね。こちらの設定もできます。どうしてもね、ゲーム内でデッドゾーンが入ってしまうよっていうゲームに関しては、こちらでね、マイナスデッドゾーンを入れてあげるといいです。そして、スティック分解能ですね。8ビットから12ビット、さらに無制限っていうね、こういう設定ができます。基本的にここもね、無制限のまま使っていいと思います。このコントローラーに関してはですけどね。割とね、純コンと近づけたいなら8ビットにする方がいいよっていうね、解説をしていること多いんですが、こちらのコントローラーこんな風にね、震えが出るね、そういうタイプのコントローラーになっているのでですね、震えが大きく出るとね、結構ですね、この、エイムアシストの感じとかですね、Apex Legends ですね、特に、これね、無制限とかっていうね、かなり細かいスティックのね、解像度でもですね、問題なくエイムアシストがかかる感覚っていうのが出てくるので、8ビットにせずに無制限で使って全然いいですね。はい。オート特性のところはこんな感じで、RC フィルターですね。あと、この RC フィルターっていうのがね、一番のポイントでですね、こちらがどれだけ震えるかっていうのをね、再現するっていうようなね、そんな、設定になってます。基本的にコントローラー側ではね、RC フィルターっていうのが入っていて、で、こう、震えすぎないようにするっていう、そういう制御がかかってるみたいなんですが、それをね、アルゴリズムでですね、ノイズを再現するっていうことができるようなね、設定になっているみたいですね。マイナスをどんどん大きくしていくと、震えが大きくなって、で、プラスにね、していくと、どんどん震えなくなりますね。
はい。RC フィルターの設定方法ですね。モノルの方にまとめてるんですが、値を小さくすればするほどですね、M アシストによって追いエイムが鋭くなります。ただね、中遠距離ではね、スティックを倒しすぎるっていうケースが出てきます。なんでね、マイナス300程度から始めてですね、追いエイムがちょうど良い感度になるまで値をね、調整してみてください。マイナス300だと感度が高すぎるなら、大きくマイナス290、マイナス280っていう風に徐々にね、10ずつぐらいでね、値を大きくしていってですね、感度が低すぎるなら、マイナス310、マイナス320とね、徐々に値を小さくしていくっていう設定方法がいいかなっていう風に思います。ただね、基本的に小さい値ですね。マイナス500とかね、この値ね、どんどんマイナスの方に持っていった方が、追いエイムが鋭くてね、追いやすくなってきますので、操作可能な範囲でね、小さい値っていうのを目指していくのがいいです。私はこちらね、RC フィルターの値、マイナス350っていうね、値で、使っています。だいたいマイナス200からマイナス400の間ぐらいっていうのがね、いいかなっていう感じですね。マイナス大きくなってくるとね、どんどんね、エイムアシストがかかった時にですね、普通のスティックとは違うような挙動になっていってね、かなり違和感強くなってくるっていうところもあるのでですね、あまりね、マイナス400以上とかね、マイナス400よりも小さい値っていうのをね、あまり攻めるとですね、ちょっと変な感じになるかなって思います。エイムアシストかからない状態でもですね、こうスティックの感じだいぶね、変な感じになったりもしますので、普段のスティック操作にね、あまり影響が出ない範囲で小さくしていくのがいいかなっていうふうには思います。マイナス350でもだいぶ強いのでですね、マイナス300ぐらいから始めるっていうのがね、基本的にはおすすめかなっていうふうに思ってます。はい、RC フィルターはそんな感じですね。次にジャイロの設定っていうのもできますね。X インプットでもジャイロを使えるようになるっていうことでね、こういった設定っていうのもできます。一通りのね、設定っていうのもできるかなってとこですね。一応ジャイロのキャリブレーションっていうのもできるんでね、このあたりもね、ほんと抜かりなく、欲しい機能っていうのが全て揃ってるかなと思います。次にキーコンフィグですね。こちらもあります。こちらはプロファイルがね、5つまでですかね、設定することができてですね、使用するキーコンフィグのプロファイルの方もね、選択してすぐに変えることができます。トーナメントモードでね、ボタン無効化とかもできますね。長押しでトーナメントモードの切り替えができたりとかですね、X インプット使用時に丸×三角四角ね、反転っていうのもできます。はい。基本的にこのあたりはこういった設定でいいかなって思います。この背面ボタンの設定っていうのがこちらでできるようになっているので、私はね、ジャンプとしゃがみですね、を Apex 用に四角と×ってことで入れてますって感じですね。こちらもね、PS4、PS3、スイッチモードでね、それぞれ異なる設定を入れることができたりもしますので、このあたりもね、自分のね、好みの設定になるようにですね、設定を変えてあげたらいいかなって思いますね。で、ちょっとね、この Firebird に特徴的なですね、設定項目として RC フィルターに続いてこの跳ね戻りフィルターっていうのがあります。これ何かっていうとですね、こう、スティックを倒して、パッと離します。この時にですね、何もこのフィルターがない時っていうのはですね、例えばこうフィルター強度0にしてみるとですね、はい、こんな感じでね、震えが起きます。これをね、跳ね戻りって言ったりします。こう、パッと離したらですね、スティックがこのバネのせいでね、こう、ブルブルブルっとね、中立付近で震えてしまうんですよね。これをなくす設定ですね。で、これね、0にしちゃうとですね、Apex とかでもね、例えばアップグレードですね、パークの選択時とかにですね、この跳ね戻りのせいで左選択したかったのに右になっちゃうとか、そういうことが起きます。なんでこれはある程度強い値っていうのを設定しておいた方がいいですね。強すぎるとおそらくですけどね、この周辺のね、こう、素早い操作とかがね、影響を受けてしまうこともあるかなって思いますので、私は50、50ぐらいでね、左右のスティックで使ってます。このあたりはね、もうちょっと煮詰めることができる設定かなとは思いますね。はい。で、次にトリガーですね。これ私はね、スマートトリガーが入っているので、デジタルトリガーっていうね、設定にしてます。これ以外にもね、スマートトリガーじゃない場合はね、ラピトリとかもね、設定ができます。普通のアナログトリガーももちろんあってですね、デッドゾーンの設定とかができるようになってます。
はい。そんな感じでね、設定っていうのはこんだけあります。特にこのコントローラーを使いこなす上で重要なのは RC フィルターですね。こちらの値っていうのをうまく決めてあげるっていうことが非常に大きなポイントになってくるかなと思います。はい、そしたら Void PS4 Firebird の分解やっていきます。デュアルショック4の分解するの久しぶりなんですけどね。はい、どんな違いがあるのか楽しみですね。まずは裏面の4つのネジを外していきます。はい、4つのネジ外し終わったらですね、バックパネルの方外していきますね。はい。これ、背面ボタン付きのモデルなので、コードがボタンと基板につながっているので、切らないように気をつけなきゃいけないです。こんな感じですね。はい。USB Type-C のボードっていうのもここに装着されてます。ケーブル類っていうのはハンダ付けで付いているので、ちょっとね、壊さないように気をつけなきゃいけないのと、リボンケーブルだけはね、普通にこう引っ張れば外れるので、これだけ外しておいて、こっちに持っていけばいいかな。はい。そしたら、ここに、バッテリーのね、ブラケットのところがネジで止まっているので、これを外していきます。タッチパネルのところのケーブルがここに来てるんですけど、これは接続されてないですね。まあ、当然ね、タッチパネル機能っていうのは機能してませんから、ここはね、接続されてないっていうことになりますね。はい。Firebird の基板がだいぶ見えてきましたね。で、このトリガーストップのところのマイクロスイッチボタンのところね、すごいしっかりした補強のこの白いものが入っていてですね、これで、ストロークがこの本当にマイクロスイッチのちょっとのね、ストロークだけになっているっていうことで、このトリガーが本当にね、スマートトリガー、スマートバンパーはね、ぜひね、確か8000円ぐらいかな。ちょっとお値段張るんですけど、これがね、本当に素晴らしいトリガーストップになっているのでですね、このマイクロスイッチボタンのね、トリガーストップ、ぜひ、これは選択してほしいなっていうね、そんなトリガーになってますね。はい、しっかりマイクロスイッチボタンになってます。そしたらこれで、この状態でですね、一応この基板外れてくるかなと思います。はい、外れてきました。はい、こんな形で、よいしょ。ボイドの Firebird 4 DualShock 4バージョン 1.0 っていう風に書かれた基板です。はい、見てわかる通りですね。これ、銀フル製ですね。私もこれ、DualSense に載せ替えて検証したことがあるものですね。で、文字なんですけど、このね、センサーブラケットに書いてある文字、LT5E って書かれてますね。LT5E って書かれた銀フル製のスティックモジュールが使われてました。銀フル製はね、ここの軸部分がすごく強度が高いっていうので定評があってですね、カスタムコントローラーのね、TMR スティックモジュールとしては結構使われている印象がありますね。非常にこのね、耐久性の高いということで定評のあるスティックモジュールになってます。とてもシンプルで綺麗な作りですね、やっぱり。ボイドのね、コントローラー全体的に本当に丁寧な作りをしている印象がありますね。まあ、ここだけ見ておきましょうかね。はい。L1、L2 に関しては、オムロン製のマイクロスイッチっていうのが使われてますね。で、L2、R2 に関してはですね、ちょっと見づらいんですけど、こういうね、赤色のスイッチになっているですね、カイル製のマイクロスイッチが使われてました。このあたり、ボイドのコントローラーよくね、こういう、微妙にスイッチの種類を変えるっていうことをやってたりしますね。非常にこのね、スマートトリガー、スマートバンパーのシステムの作りっていうのはいいですね。相変わらず素晴らしいと思います。はい。スマートトリガー、スマートバンパーにしたときはですね、このフィルムのタイプのね、基板に関してはね、ボイドの基板が入ってきているっていうことで、標準仕様のものは取り外されてきますっていうことですね。そしたらこの状態でスイッチと FGCVX 経由で接続した PlayStation 5の遅延の計測っていうのもやってみたいと思います。はい、それで今回もですね、ブルックウィングマン FGCVX を経由してね、PlayStation 5に接続できるコントローラーということでですね、遅延検証してきました。
はい、素晴らしいですね。デュアルセンスエッジと全く同じ遅延ということでしたね。一切遅れることなく、全く同じフレームで、ストリートファイター6のね、ジャックパンチが出るっていうね、そんな感じでしたね。はい、続いてスイッチプロコンと比較した入力遅延ですね。ものすごくちょっとね、画像が、文字が細かくなっちゃったんで、ちょっとね、拡大してあげたいと思います。はい。まあ、もともとスイッチプロコン向け基板として開発されたということで、とてつもない速さを見せてくれました。スイッチプロコンの無線がここですね、0.00 っていうね、こちらの方を基準にしてですね、そこからマイナス 0.17 フレームっていうことでですね、有線接続だったんですが、まあ、文句なくこれまで測ったコントローラーの中では最速でした。もちろんスティック遅延の方もね、ボタン遅延と比べてね、遅いコントローラーではないですから、間違いなくこれはスマブラにね、使って、最高なコントローラーと言っていいんじゃないかなと思います。スイッチプロコンのね、有線接続と比べたら1フレーム早いですっていう風に宣伝しているということなんですが、無線接続のね、スイッチプロコンと比較してもね、だいたい 0.17 フレーム差っていうのはね、まさにスイッチプロコンを有線接続した時の遅延と比べてね、マイナス1フレームぐらいなんでね、遅延の検証方法としてもね、割と正しかったんだなっていうのを確認できたかなというふうには思いました。はい、それで、今回もですね、プロメテウス82っていう計測手法でですね、遅延の方を計測してきたので、ゲームパッド LA さんの方で、結果の方を見ていきたいと思います。まずは見ていきたいのは X インプット接続ですね。で、こちらがね、ボタンとスティックの遅延になります。で、こっちにもね、スティックの遅延が表示されてるんですが、こちらですね、RC フィルターを0にした時の遅延の計測結果で、こちらが RC フィルターをマイナス75っていう風にした時の遅延の計測結果です。こちらの基板の作者のね、ボンジリさんっていう方にね、教えていただいたんですが、だいたい素の遅延が出るのが RC フィルターマイナス50からマイナス100の間ぐらいですよということでした。まあなんでね、真ん中取ってマイナス75っていう値で、この遅延計測しました。RC フィルター0はちょっと遅延が大きくね、出てしまうというところでね、RC フィルターが結構強めに効いてるっていうことなんでしょうね。なんでね、こちらではなく、こちらのね、RC フィルターマイナス75っていう方の遅延の計測結果っていうのをね、本当の遅延っていうことで見ていきたいと思います。そのわけでね、X インプット接続ではボタンの遅延が平均 2.47 ミリセカンド、スティックの遅延が平均 2.89 ミリセカンドっていう値でした。まあこれポーリングレート 1000Hz っていうことですから、かなり理想的な遅延っていうのが出てるかなっていうところでめちゃくちゃ早かったです。D インプット接続とPlayStation 4接続もほとんど変わらない遅延っていう結果でした。なんでね、X インプット、D インプット、DS4 ですね、PlayStation 4モードでの接続ではですね、遅延全く変わらないっていうことがわかりますね。ただですね、スイッチ接続の方ですね、こちら、6.97 ミリセカンドと 7.79 ミリセカンドっていうことでですね、ややね、遅延大きくなります。これはね、ポーリングレートがどうしてもスイッチに合わせたポーリングレートになっているとかね、あとはなんか周期的にちょっと遅延が増えたりっていうそういう動きが見えたので、スイッチ用に最適化されているからですね、PC 接続時はちょっと遅く見えるっていうところがあるみたいです。実際スイッチにつなげて、使うとものすごく早かったのでね、このね、モードに関してはスイッチにつなぐときに、メインに使うモードなのかなっていう感じですね。基本はこの X インプット接続で、使って、ジャイロを使いたい時だけですね、DS4 モードですかね。こちら、デュアルショック4モードの方で使うっていうのがいいかなっていうふうには思いました。全体的に FGCVX を介して PlayStation 5につなげても、スイッチにつなげてもですね、PC につなげても遅延っていうのはかなり良かったですね。本当にそこは安心感のめちゃくちゃ高いコントローラーだったと思います。はい、以上ですね、Void PS4 Firebird のレビューをしてきましたが、いかがだったでしょうか。もうね、FPS ゲーマーやスイッチのね、ゲーマーさんはね、今すぐ
はい。ちょっと在庫がなかったりっていうことも結構あったりしたのでですね、今もちょっと在庫ないかもしれないんですけど、とにかくね、入手できるタイミングでは今すぐ入手した方がいいっていうね、そういうコントローラーです。ALGS でも使えるということなんで、Apex のね、プロゲーマーの方とかはね、まずね、一度試した方がきっといいかなっていうね、もうすでにね、すごく話題になっているので、おそらくはね、ご存知で試そうとね、されているかなとは思うんですけど、すごくこちらのコントローラーですね、いいコントローラーだったなというふうに思いました。今後ね、ボイドジェネシスなんていうね、コントローラーも出てくるボイドゲーミングなんですけど、こんなに素晴らしいコントローラーがあったんだなっていうね、ところはね、すごくびっくりしましたね。カスタム基盤っていうところでね、あんまり私もね、そこまで突っ込んで取り上げるっていうのをね、乗り気ではなかったところがあったんですけど、これほどいいものがあるんだったらもう今後ね、カスタム基盤と呼ばれるものはね、徹底的に、取り上げていきたいなっていうふうに思わされてしまいました。しばらく私はね、こちらをメインコントローラーにして Apex Legends はね、プレイしていきたいと。そんな風に思っています。はい、それで私はこちらのね、モノルっていうウェブサービスの管理人もやっています。今回ご紹介した Void PS4 Firebird の方についてもね、いろんなスペックとかですね、細かく、いろんなね、設定方法とかですね、分解能の話、スティックカーブの話とかね、そういったところ載せていたりしますので、ぜひね、こちら、利用してみてください。口コミの方も大募集中です。前回の動画とかでもかなり多くの口コミを書いていってくださっていてですね、本当にありがとうございます。すべて目を通して、そうだよねっていうふうにね、思ってたりします。非常にね、今後のレビューの参考とかにもなったりもしますのでね、ぜひ、このね、ボイドの Firebird についてもそうですし、他のコントローラーでもいいので、ぜひぜひ口コミの方をですね、こうやって下にスクロールしていったらですね、書き込むことができるので、こちらで、残していってくださったらすごく助かります。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、今回の動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。はい、以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。